にちは、エイムです。今日のお話は皆様の心にどのように映ったでしょうか。私はこの物語を見つめながら静かに一つのことを考えていました。オスカルが父上の前で口にした問いは、遠い昔のベルサイユだけの物語ではなく、今を生きる私たち自身への問いなのかもしれないと。皆様も人生のどこかでこんなことを考えたことはありませんか？もし違う家に生まれていたなら、もし違う道を歩いていたなら、もしあの時ほんの少しだけ勇気があったなら、あるいはもしあの人と出会わなかったなら、そうしていたなら今の私はもっと幸せだったのでしょうか。人は人生の分かれ道に立つたびに心の中でそんなもしを繰り返します。そして答えを見つけられないまま、また今日という一日を歩いていきます。オスカルもまた同じ問いを胸に抱いていました。もし自分が男として育てられたのではなく、一人の貴族の令嬢として生きていたなら、姉たちのようにまだ幼いうちに結婚し、美しいドレスをまとい、洞園の花を眺め、舞踏会では音楽に合わせて微笑み、穏やかな貴族婦人として静かな日々を送っていたのでしょうか。絹で仕立てられたドレス、優雅に香る香水、シャンデリアの下に響く音楽、子供たちの笑い声、夕暮れの食卓を包む穏やかな明かり。きっと誰かはそれこそが幸せだと言うでしょう。そして私たち自身もまたそんな人生を一度くらい夢見たことがあるのかもしれません。けれど人は時として自分にはない人生ほど美しく見えてしまうものです。遠くにある景色はいつも目の前の景色よりも少しだけ輝いて見えます。だから私たちは今この手の中にあるものを忘れ、手に入らなかったものばかりを見つめて、静かに自分自身を悲しませてしまうことがあります。オスカルもまたほんのひととき、そのもう一つの人生を静かに見つめていました。けれど人はいつまでも夢の中だけを見て生きていくことはできません。どれほど美しい想像も現実という静かな光の前では少しずつ姿を変えていきます。人は失ったものを数えることは得意です。あの時違う道を選んでいたなら、あの日違う言葉を口にしていたなら、もう少しだけ勇気があったなら、そんなもしを何度も心の中で繰り返します。幸せとは一体何なのでしょうか。というかな暮らしでしょうか。恵まれた才能でしょうか。それとも誰かに羨まれる人生でしょうか。私にはその答えはわかりません。けれどこの物語を見つめながら一つだけ心に浮かんだことがありました。幸せとはどこか別の人生の中にあるものではなく、与えられた人生を自分がどう生きていくかということなのではないでしょうか。私たちは気づかないうちに誰かと自分を比べています。友人の人生、家族の人生、同じ時代を生きる誰かの人生、そして時には
昨日までの自分とさえ比べてしまいます。あの時違う道を選んでいたなら、もっと勇気があったなら、もう少し早く気づいていたなら、そんなもしは静かに心の中へ積み重なっていきます。けれど長い時間が過ぎた後、ようやくわかることがあります。遠回りだと思っていた道も、涙を流した日々も、立ち止まることしかできなかった時間も、決して無意味ではなかったということです。苦しかった時間は、私たちを苦しめるためだけにあったのではなく、今の私たちを形作るために必要な時間だったのかもしれません。人生には決して戻ることのできない選択があります。その事実は時に私たちを不安にさせます。けれど戻れないからこそ人は前へ進もうとするのでしょう。だから私は後悔そのものが悪いものだとは思いません。後悔したからこそ人は優しくなれることがあります。迷ったからこそ誰かの痛みに寄り添えることがあります。遠回りしたからこそ見える景色があります。今日も最後までこの物語をご一緒してくださり、本当にありがとうございました。この小さな物語が今も静かに自分の道を歩き続けている皆様の心にほんの少しの慰めと小さな勇気として届きますように。そして明日、もし少しだけ昨日の自分より前を向いて歩いてみようと思えたなら、それだけでこの物語には意味があったのだと思います。この静けさが今夜のあなたの心に届きますように。